こんにちは。アリシヒのノラマルチ、パートにやっていきます。今回は、まず前回の続きから、ハイボール氏率いるアックスコンベヤでプレイしてます。新たにソウタ氏がインしてきた。この人はマヒチャーク担いでるね。スロはゴミ詰まりですが、最高倍率のようですね。強力な発掘です。それより、もっと気になることがあるでしょ。リクト氏がいらっしゃいますよ。詳しくは前回を見てほしいんだが、彼、クエ配布要求したら置いていかれてたんだよね。チャットを見ると、入退室のログがなかったんだよね。もしかしてずっと待ってたのか。今のところ、キックされたりはしてないようです。不思議な関係性の部屋ですね。ハイボール氏の心情はいまいちわからないが、穏便に住んでるのはいいことだ。リクト氏は睡眠双剣使いでしたもんね。戦力的にもありがたいです。よーし、じゃあ気を取り直してやっていこう。クエストは何回か回ってるから、だいたい把握できてる。編成はコンソー立て立てですか。麻痺も睡眠も相性良さそうです。前回からコンアウトの盾インとなりますが、パーティーパワー的にはどうでしょうね。定点火力としてはさすがにコンのが強そうだが、麻痺さえあれば、チャークもめっちゃ強いからな。そんなわけで戦闘スタートだ。まずは3色揃えてしまおう。相変わらず代々取るのが難しそうですが、うまくいくでしょうか。前回はうまく取れてたよね。指令を重ねるのうまく使ってた印象。若干まぐれっぽさはあったけど、狙って成功したらかっこいいぞ。そんなに焦る必要もないですけどね。解除までに揃えば十分じゃないですか。さすがに慎重になってるね。今後歌い効果がないと巻き込み事故が怖い。こけると回避までラグができちゃいますからね。シンプルに被弾が怖いです。パーティーはあらぬ方向から攻撃が飛んでくるので、とっさに避けるのも限界ありますし。あ、解除しちゃった。初動ムス飛ばしてたら終わったわ。解除はそこまで難しい話じゃないですから、ここから取り返していきましょう。早速寝ましたね。睡眠双剣、やはり化け物です。特にマルチだと壊れてるレベルで強いよな。攻撃だけじゃなく回復までできてしまう。麻痺とどっちがいいかは編成や状況によるが、個人的には睡眠の方が強いかな。睡眠は仕掛けるタイミングを決められるのが強いですね。後付きとして未発見状態も挟んでくれるし。昔はパーティーで睡眠を使うのは難しかったのですが、仕様変更してから使いやすくなりました。あ、ソウタ氏が、根室の後付きを狩られてしまったようだね。ソウタ氏、HP 減ってましたもんね。粉塵でケアすればよかったでしょうか。やられてしまったものは仕方ない。目の前ではもう2度目の睡眠が入ってるぞ。やはり、この時代の睡眠双剣って強すぎるな。生産の性能が抑えられるわけだよ。睡眠武器は属性以外微妙と相場が決まってますからね。双剣はそもそも属性値もかなり抑えられてます。しかし、そんなもの発掘には関係ありません。出にくいこと以外の制限が存在しないです。双剣自体が終わってた MH4 時代でさえ、状態異常発掘なら担がれてたからな。懐かしいですね。1投目が終了しました。1人落ちてもペースは全然問題ないですね。前回、チャークコンの2人になったら時間かかってたから、これは双剣のおかげと見るべきだろうね。それじゃあ、2投目に向かおう。早すぎて進撃が回復してないが。チャーク組がいるから問題ないでしょう。エリア2に移ります。うわ、びっくりした。後ろにいたわ。砂エリアでの戦闘となりますね。ここは段差があるので、エリア1より気を使います。よし、チャーク2人、解除は任せたぞ。根室でも何でもぶち込んでくれ。これは射撃うまくいってませんね。ジャンプ攻撃が入っちゃいました。こちらも3色が切れかけなのが気がかりです。攻撃だけだと白が取れませんが。ちょっと怖い。砂のくぼみは隅っこではめられやすいんだよ。とりあえず、赤ダイダイは取ったが。ソウタ氏が捕まりました。意味深な提携を披露してくれてます。みんなちゃんと仕込んでるね。見てておもろいわ。なんて言ってたら急に大ピンチ。これ2枚抜きされたらクエ失敗だぞ。なんとかリカバリーを。解除することで隙を作りましたか。いい判断だと思います。直後に調出を受けてしまったがな。普通に謝ってくれてるわ。皆さんマナーきっちりされてますね。気持ちよくプレイできます。そしてこの睡眠の速さである。恐ろしいね。睡眠後はすぐ殴る選択をしているね。さっきので待つより早いと判断したんだろう。そのまましっかり麻痺も入ります。2投目は解除が早い分、進行も早いです。4人揃ってるし、タイムも期待できそう。おいおいマジかよ。
今の麻痺だけで2回目の睡眠入ったぞ。再度寝るまで15秒もかかってないですね。普通に殴るだけで拘束が成立してます。我々 4G は羽部屋にほとんど潜らなかったのですが、その理由の一つがこれですね。ぶっちゃけ、双剣1いれば話が終わるんだよな。あとの3人が火力しっかりしてれば。リクト氏は状態以上のスキルすら積んでなかった。火力構成でこれだからね。猫飯だけは特殊攻撃つけてましたけど、それだけですからね。で、その乱舞は危ないぞリクト氏。体力をよく見ろ。とりあえず粉塵は入ってますけど、まだ普通に一撃圏内ですね。若干みんな前のめりになってる気がします。2オツで終わりなので慎重になってほしいですが。今度はソウタ氏が吹き飛ばされた。2人即死圏内なの怖すぎるんだけど。おお、ここで終わってくれました。一安心です。ちょっと最後怖かったが、クリアすりゃ何でもいいわ。タイムは5分1秒だった。1人落ちた割には早いね。何より戦ってて楽でしたね。30秒近く全く動かさない場面もありましたよ。やっぱパーティーは状態以上だな。じゃ、報酬でも見ますか。防具ばっかりか、なるほどね。ダメ単6攻撃後ですか。スロさんなら使い道あったかも。その後、同じメンバーでもう一回やってきたよ。大したものは出なかった。それで、ここで解散の流れですね。5回くらいは回りましたか。なんと、最後にハイボール氏からクエ配布が来ました。反応を見るに、全員に送信してるみたいです。どういう気の変わりようだろうな。共闘を経て思うところがあったのだろうか。だとしたら素敵なことですね。終わりよければ全てよし。さて、我々はもう少しこの部屋にいたみたいですが、映像はここで終わりですね。だね、それじゃあ次の部屋行ってみよう。さあ後半戦なんですが、いきなり途中からですか。映像データが途中からしかなかったんだよね。唐突に思いついたんだろう。この録画ファイルも2021年12月付になってた。さっきのアックスコン部屋から2週間後だね。これはバサーラーの体験たちでした。ムントが惚れるやつですね。ああなるほど、これが惚れた時か。この睡眠スムラ、動画で使ったこともあるね。ログレギと比較したやつでしたっけ。だいぶ前にやったと思います。結果はわざわざ磨く必要なしになってましたね。今は攻撃力1536以下は即切りするようになりました。ログレギといい勝負してる時点でって感じだよな。磨くのもただじゃないからね。それで、どうやら2人だけの部屋みたいだな。多分、これは自分で建てたんだろう。大方、惚れた武器を試したくなったんでしょう。右にありますが、強属性なんてソロじゃ担げませんから。続撃切れた後の極限とか、しょうもなさすぎてな。ソロだと榴弾一択だからね。今担いでるのも、スペック自体はいいんだけど、ピンダメほぼカットされるなんて悲しすぎる。その点、マルチなら解除は一瞬ですからね。続撃の時間内で十分です。バサーラーなら全然やれるでしょうね。バサルには超有効だし。相方は総中根か。ま、2人でも全然問題ないだろうな。にしても、講師の武器のスペックわかりませんね。後でエフェクト見てみましょう。一緒にクエスト回ってる時点で、それなりに強いものだろうと思いますが。大体、麻痺か睡眠が多いけどな。氷や爆破のパターンもあるけど。やっぱりみんな、状態以上を重視してるイメージ。戦術的に動かさない方が重要だからね。それと、異常の方が蹴られにくいってのもあるでしょうね。切実な事情です。では戦闘の方、開始していきましょう。改めてですが、武器はチャークを持っています。ソロでもよくチャーク担いでるけど、マルチのチャークも楽しいぞ。気を抜くとすぐピンチになっちゃうんだけど、その難しさがまたいいんだよな。チャークはビンダメが追撃で入るので、時間差で相手がひるんだりするんですよね。さながら、爆破をバックにする戦隊ものです。絵面がとにかくかっこいい。ほんと 4G で大負けしたよなこいつ。4の時、チャーク担いでるだけで嫌がられたのを思い出す。ヒロイックザンラバルですら許されてなかったですからね。それ以前に人気も低かったですけど。4G のマルチではものすごく数を増やしました。総中根と同居してても全然違和感ないです。これってすごいことだよね。4G にはキック機能があるっていうのに。つまり、総中根と同列扱いされてたってことだ。完全に横並びではないけど。チャークが最適解の場面もありますからね。唯一無二の性能を持った武器です。操作感が楽しいのはもちろんだけど、やっぱりある程度強さは必要だからね。ですよね。スラークが超面白かったとして、
4G の火力で担ぐのかって話です。スラークくんの分も活躍しています。斧のメンツはチャークで保たれているでしょう。こんなとこでもけなされるスラークくんかわいそう。4の時も目立ってなかったのに。しかし、ちょっと戦ってる場所が不穏だな。ここの柱の裏、事故が起きやすいんだよ。純粋に狭いのもあるし、柱に引っかかってラーの挙動が急にずれたりするんですよね。せっかくチャークを使ってるので、ここは GP でうまくさばきたいところです。今の GP 根室はうまかったね。ガード方向の管理が理想的だった。ほっとくと属性カットされちゃいますからね。解除中になるべく瓶を押し付けましょう。で、相方の HP がピンチですね。別方向にラーを誘導したいですが。こっちはこっちでスタミナ管理がむずいね。やられないようにするので必死だ。おお、ここもうまく GP 根室が決まりますね。プレイングはこの回うまくいってるようです。マルチでも一時的にモンスと対マンの構図になりますが、ここでひるみとか取れるとどやれますよね。他のメンバーが回復する中、一人だけ交戦してたりね。若干、俺うまいでしょアピールになってるのは否めない。そういえば麻痺が入っていますね。講師の総中根は麻痺属性でしたか。チャークにとって麻痺は非常にありがたいです。強属性瓶は特に。強族は火力を押し付けてなんぼだからね。GP でテクいことするのも楽しいんだが。火力役をする以上は、できるだけ壁殴りしたい。マヒコンとの相性が悪くないね。GP5 をこかされたりしますが、そこはご愛嬌です。この時代、大正樹なんてないからね。あったら人権レベルだったかも。あっと、ここで最強が来ちゃったか。タイミング的には、ちょうど続撃の再使用と同じくらいだ。バサル相手には、そこまで石の重要性も高くないので、続撃は惜しみなく使いたいですね。その前に死にそう。講師を一人にはできんぞ。前回は一時的にソロプレイになってましたからね。体力管理はいつも以上に気をつけています。とりあえずさっさと石を研ぎましょう。一人だけ解除に参加できてませんよ。どうやら攻撃を使ったみたいだな。バサルに続撃を取っておく判断するのか。この前にも同じ構成で回ってたようなので、そろそろ倒せると踏んだのでしょうかね。正直、今でも強属性瓶の解除値については、詳しい仕様は理解できていません。属性がカットされるのは見てわかるんだけど、ピンエフェクトはなくならないからね。どうやら、瓶爆発にはわずかに攻撃力があるようです。続撃なしでも、ひるんでるところが確認できます。まさに今のがそうだね。ダウンの方向的にこっちの攻撃でひるんでるっぽい。瓶爆発には物理ダメはないと思ってたんですが、そうでもないんでしょうか。解除してそのままラージャン君終了です。二人でも余裕のゼロ針。いいね、この組み合わせ。こりゃ講師の武器も強そうだ。さ、次はバサルだ。エリチェンしてすぐ発見。まずは調室ぶち込んで戦闘開始しましょう。瓶状況、完璧です。強属性の本命はこっちだからな。今ので特大ダメージが入っただろう。バサルはソロとマルチで難易度が大幅に変わる相手だ。動かさずタコ殴りにできるからな。ほっとくと面倒な行動が多いですが、体力自体低いですからね。4人がかりだとマジで一瞬で終わるので、気軽にやりたいとき重宝していました。なんつっても、こいつからはムントが掘れるからな。同グループでは一番借りやすいからね。このクエ、ソロになった今でもよく使っています。当時からお気に入りのクエストでした。このクエ、普段と違う遊び方できるのもいいんだよね。強属性のチャークなんて、ザザミかバサルくらいしか活言。せっかく氷強属性なんて持ってるので、どこかで使いたいですもんね。極限が入ると、どうしても榴弾の状態以上が優先なので、たまには味変して楽しみたいです。この辺の調出とか遊んでるなーって思う。4人パーティーでラーとかやってると、絶対撃てないしな。間違いなく誰か吹っ飛ばしますからね。撃った後すっからかんになりますし。にしても、総中根は立ち回りに気を使いそうですね。講師もちょっとやりづらそうにしてます。バサルって判定がでかくて長いからね。ガードができないと、ちょっといなすの苦労するよな。麻痺でも入ってくれると嬉しいんだが、エフェクトの発生具合はどうだろうか。おお、入りましたね。いい時に麻痺ってくれました。ここは、さすがに調出打つべきではないね。素直に腹に解放切りを入れよう。やっぱりバサルの麻痺、いいですね。弱点の腹が殴り放題です。弱点が低い位置にあるの、偉いよね。どんな武器でもしっかり火力を出しやすい。で、こけた時には調出チャンス。講師に当たりませんように。うまいこと当たりませんでしたね。まぐれですけど。で、そのまま恐竜開口も来ました。ここまででかなり削れてそうです。
いろいろと殴り放題当て放題だからね。二人といえど結構早く終わりそう。小耳は積んでないので、方向は GP 攻出します。しっかり腹に当たっていますよ。どうやらこの回、チャークさばきは好調のようです。映像に残してるだけはありますね。さっきのラーセンのガード方向の調整とかね。思えば、いいプレーも見られてるな。当時、厳選して録画を残した覚えはないが、少しはカメラを意識したんだろうか。3年前の思いやいかに。あっと、今めちゃくちゃスタミナ削られましたね。125あったのが、ほぼゼロになりました。本体と振動を両方ガードしたからかな。おちおち反撃もできんね。いくらバサルとはいえ、140だと油断はできん。普通に、一発でキャンプ送りとかあるからな。尻尾回転もえげつない威力ですしね。講師の HP の減りを見るとわかります。尻尾も、位置が悪いと連続で食らったりするからな。SA 殺しの凶悪な技だと思うよ。あ、エリア移動ですよ。果たして体力はいかほどか。埋まってる埋まってる。ピン状況いいし、調室で叩き起こそう。これで少なくとも恐竜化は解除できるでしょう。あとは体力を削るだけです。体力ももう残りミリだと思うけどな。さて、どうなるでしょう。おーし、終わり。タイムは8分20秒くらいか。2人でも全然早いですね。これなら待たずに周回してるのもうなずけます。さて、それじゃ報酬行ってみよう。またスムラ睡眠体験出てもいいんだぜ。レア10出たが低倍率非か。レア級体験の方もダメダメでしたね。一応スムラでしたけど。以上、パート2でした。チャーク担いで体験部屋に入ってたね。あの部屋の映像はもうちょっと続いていました。それは次回にお届けできればなと思います。我々の本命とも言えるジークムントホリ。果たして当たり武器は出るか、今ご期待。これまでの動画を見てくださってる方にはある程度バレてる気もしますが。ほいじゃ、次の動画で。またね。